皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回は JLPT-N1 の懲戒問題を一緒に解きながら解説していきたいと思います。で、今回用意した問題は2問あって、それぞれ僕が最初に問題とその問題のスクリプトを言うので、その後答えを教えておくっていう流れになっています。で、僕が話す懲戒問題のスクリプトっていうのも出していくので、最初はそのスクリプト、目を閉じていただくか、どうにかして見ないで聞いてみて、でもし、見ないでわからないってなったら、今度は一回そのスクリプトを見て、でそれでもわからないなってなったら、一応字幕も用意しているので、ベトナム語、韓国語、英語の字幕を用意しているので、それを一緒につけて勉強していけばとても役に立つかなと思います。それでは早速問題1からやっていきます。問題1、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？うん、わかりやすく出来上がっているね。あ、ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。うーん、そうだね。でもこの部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これずいぶん前のだね。あ、すみません。じゃあそのグラフは変えて、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？あ、そちらは大丈夫です。女の人はこの後何をしなければなりませんか？ 1、企画書を見せる。2、製品の説明を書き直す。3、データを新しくする。4、パソコンを準備する。はい、答え。これは3番のデータを新しくするです。で、解説なんですけど、まず引っかかるかなって思うところは、製品の説明を書き直すを間違えて答えてしまう人多いんじゃないかなって思います。っていうのも、課長が言ってるのは、実は製品の説明がちょっと弱いかなと思うんですけどって課長は言ってます。嘘。課長ではないですね。女の人が言ってます。で、課長は、そうだねと言っているんで、この部分で製品の説明を書き直すんだって思って答えを書いてしまう人が多いと思うんですけど、これ以上もっと聞いてみると、でもこの部分はいいかなとちゃんと言っているので、これは違うんだなって削除できます。で、その次にこの11ページのグラフ、ずいぶん前のだね。じゃあこのグラフは変えて点々点ってなってるんですけど、これは日本人特有の最後までも文を言わずに、察してくださいの文化ですよね、完全に。じゃあそのグラフは変えてくださいと言わないんですけど、もうこのグラフは変えて点々点で、もう日本語を扱う人はもうこれで変えてくださいって言ってるんだなっていうのを、無意識に理解できるようになってます。で、この説明ちょっと弱いかなっていう単語語彙なんですけど、これ理解できるとは全然思うんですけど、一応説明すると、弱いかなっていうのはこの部分では足りないっていう意味で使われてますね。っていうのも、製品の説明がちょっと足りないかなっていうニュアンスで言葉を置き換えて弱いかなと言っています。っていうのも、これは印象的に弱いのか、それともマーケティング的に弱いのか、そこの具体的なところはこの文だけだとわからないんですけど、この製品の説明は私的には100点とは言えないですっていうことを言いたい文になってます。あとは大丈夫そうですね。他の選択肢を間違えて選択することもほぼないと思います。なんでこれは答え3番のデータを新しくするでした。
で他にも難しい単語とかも特には出てきてないと思うので、次の問題に行きます。まず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。大学で男の人と女の人が話しています。この男の人は先生がどうして怒ったと言っていますか？先生を怒らせちゃったみたいなんだよね。困ったな。どうしたの？いや、それがね、先生に頼まれた資料、昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、いろいろあって渡せなくて。それで怒られちゃったの？いや、それで怒られたっていうより、一昨日授業の後、飲み会があってね。で、ついそれを持って行っちゃったんだけど、飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよね。じゃあなくしちゃったってわけ？いや、出てはきたんだけどね。先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだって。まあそりゃそうよね。この男の人は先生がどうして怒ったと言っていますか？ 1、昨日までに資料を渡さなかったから。2、飲み会で飲みすぎて寝てしまったから。3、飲み会に資料を持って行ったから。4、資料をなくしてしまったから。はい、答え3番、飲み会に資料を持って行ったからです。これめっちゃ難しいと思います。1番って答えてしまう人もいるだろうし、4番って答えてしまう人もいるだろうし、はたまたあるいは2番って答えてしまう人もいるかもしれません。ただこれもやっぱりちゃんと文を聞いてみれば絶対にわかる問題になってます。っていうのも、最初に男の人は昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、いろいろあって渡せなくてって言ってるんで、もうこれ絶対資料を渡せなかったから先生に怒られたやんって思われると思うんですけど、その次に女の人がそれで怒られちゃったのって聞いてるんですね。それに対して男の人は、いや、それで怒られたって言うよりって言ってるんで、その次の文が怒られた理由になります。で、その次の文が答えになるんですけど、その次の文に出てくるのが、1個目が飲み会に資料を持って行っちゃった。で、2個目が飲みすぎて寝ちゃって忘れちゃったって言ってるんですね。で、その次女の人は、じゃあなくしちゃったってわけって聞いてるんです。いや、出てきてはいたんだけどねって言ってるんですね。なんで、なくしてはないんですよ。ってことは、4番は選択肢から外れます。で、その後男の人は、出てはきたんだけどね、先生がなんでそんな大事な資料を飲み会になんか持っていくんだってと言っているので、答えは3番になっています。まあそりゃそうですよね。まあでもこれ結論、昨日までに渡さなくちゃいけなかった資料は結局渡せてないですよね。なんでこれ1番選んで知ってしまう人めちゃくちゃ多いと思いますし、僕も1番正解にしてもいいぐらいだと思います。ただ説明文、問題文を見ると先生がどうして怒ったのかっていうところなので、昨日まで資料を渡せなかったんだけどそれに対しては怒られていないんです。ただそんなところに資料を持っていくなっていう渡せなかった理由の部分について怒っているので、これは答えは3番になってます。まあでもよくありますよね。資料とか大学生のうちなんて特にそうですよ。僕もその日のうちに出さなきゃいけない資料とか課題とかは全く出せなかったタイプの人ですし、さすがに飲み会に持っていくっていうことはなかったんですけど、でも気持ちめっちゃわかります。っていうのも、その飲み会の前にその課題とか資料を制作しようっつってカフェとか図書館に行ってやって、その後飲み会に行くっていうの、結構あると思うんで、仕方ないですよね。なんで先生もその部分については容赦してあげてほしいなって思います。関係ない話なんですけど。ということで今回は2問用意しました。1問目はね、割と簡単な方ではないかなと思います。ただやっぱり2問目のところはちゃんと聞いていないと
わからない問題なので、これは結構難しいんで、なんでもう結構頭使われたと思います。なので今日もたくさん頭使って頭パンプアップしたと思うので、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。